N 家庭菜園の中村です。今日はこの柿を1杯無料でもらいました。この柿、今袋に1つなんですけど、2つほど近所の方から無料で、自分で取っていくんだったら柿の木から取っていいぞって言われて、その人が見てる前でこれも取っていいんですか、これも取っていいんですかって言いながら、1杯ね、柿を取ることができました。そして私たちはこの柿の皮でも、お酢を作ってますので、ここに柿は50個ぐらいあるんですけど、こんなように皮を剥いて水につけてお酢を作るっていうことについて、家内が一生懸命勉強してますので、そのあたりを説明してもらうことにいたします。数ヶ月前に YouTube のビデオを見たときに、お酢の作り方を教えるビデオだった。で、私もやってみたいなと思って、で、始まった。数ヶ月からこんなになりました。で、パントリーでも出来上がったやつもある。私は、細かく説明したいと思います。他の人と違うかもしれないけれど、これが私たちにとってよくできる方法です。私はこの瓶が一番好きですね。揃って同じような瓶使うほとんど。というのは、口は大きいし、大体の部分は入るし。で、何が入ってると、いつ始まったと書いて40日間かかりますね。で、半分のところは具を取ってもいい時で、で、あとは20日間を続いて、で、合計は40日間で出来上がり。で、毎日を回せなければならない空気が入る必要だから、布の、袋、布が必要。そのために、あるビデオはすごく可愛くてやるけれど、私は何でもいいのタイプで忙しいからそんなに可愛くしなくてもいいと思って、古い T シャツを使いました。布、木綿が一番いいと思う。ガゼだと虫が入るから。で、これが漂白剤とか、十分洗ってある四角のものはいい。で、いろんなものを使ってたけれど、ゴムバンドとか紐とか、でもめんどくさいほとんど。私一番好きなのは、このゴム手袋。よくうちで使ってる、これは台所用の手袋で、で、穴が開いちゃうと、捨てっぽいじゃなくて、少し輪を作ったら、すごいいろんな使い方がありますね。あちらこちら。でもこっちのお酢を作ってる時にちょうどいいと私は思います。私みたいにお酢を作るの中毒癖あるんだったら、こうやって並んだ方がいいですね。で、そうすると、一番最初は、やることが必要なところは最初から終わりまで。こっちは一番新しいなので、やることは少ない。毎日回す以外。でも、ここに来ると、今日は11月3日だから、具を取るべき。で、これは私が忘れないように、一番最初に。で、具を取ったら、またこっちにする。というのは、こっちが先にやることになるから、たまに、そうね。これ具を取るは22日、こっちは全部入れるのは23日。これが前の咲いた花からお酢を作ったんですね。で、普段は糖分がないものだと砂糖に入れなければならない。で、これは特に砂糖を入れましたけれど、果物の場合、特にこの柿はあんまり砂糖は私たち入れない。一つはあんまり余分な糖分が欲しくないし、砂糖はすぐなくなっちゃうね。で、お酢を砂糖なしで作ることできるんだったら、それの方が選ぶ。
で、夏とか春の時に、物は違っとった、オレンジとか、花とか、いろいろあったけれど、今はリンゴとか柿はメインの巣を作っている。これは大好きなことは無駄なことはない。で、リンゴを剥いたら、リンゴの芯とリンゴの皮を水につけるだけ。捨てっぽいはない。で、同じように柿もそう。で、巣の作り方を今ちょっと話したいと思います。巣は全部40日間経ったら瓶に入れることはできます。これはオリーブ油の瓶だったけれど洗いました。ここはリンゴの巣の瓶だったけれど洗ってもう一回使う。これはレモンの汁の瓶で、これはジュースの瓶だった。だからまあ瓶は揃ってないけれど瓶のムラのことはない。で、ある人はpH はどうになってる、本当に巣になってる40日間。私は最初はそれも心配しましたけれど、今はもう40日間、匂いもあるし、味を見せたら、まあ、巣ですよ。で、虫が来るから巣ですよ。でも、心配してる方だと、pH を調べることはできますよ。で、もし心配してるんだったら、私たちこれをオーダーしました。白いお酢は 2.4 から 2.5 ぐらいの pH があります。で、最初の時も、こういう機械も注文しました。で、今はあんまり使わないんですね。私は、インターネットで調べて、こんなに作るだと、なんか、なんでという理由を教えたい。で、お酢の使い方、いろいろあるけれど、英語で vinegar uses、窓グラス、カウンター、蛇口の掃除、シャワー、トイレの掃除、床の掃除、ディッシュワッシャーとか、電子レンジの掃除。で、洗濯機の掃除、洗濯物を柔らかくする、明るくする、変な匂いを消す。で、体の中で消化が良くなる。で、お腹の菌が悪い菌を殺すとか、いろいろあるんですね。で、床のためにも、掃除のためにも使うけれど、本物の木とか、本物の石の床は禁止。排水も、掃除してくれる。で、コーヒーカップの周りのリングとか掃除してくれる。また言われる使い方は、血糖値の低くするの手伝い。で、ダイエットの手伝い。食べ物を保存するピックルズなど。で、いろんな匂いを消し、体の匂い。例えば脇の下のお酢のスプレーを作ったら、匂い消す。足の匂いを消すとか。で、顔のトーナーとか、ゆで卵の少しお酢入れたら役に立つ。果物とか野菜を洗いの、こととか、入れ歯の掃除とか、で、お風呂の中に入れるとか、で、雑草を殺すとか、で、うがいをするとか、喉が痛い時に、で、もうすごい、たくさんありますよ。調べてください。で、このザルは3つ4つぐらい。で、最後は一番小さいザル。で、今日は取る日でした。で、これは少し出てる時に洗います。もう一つの瓶を取って、で、これを入れるだけ。で、新しい布をつけて、綺麗な布。で、これは、
こっちの最後の並びにする。でもあとは20日間何もやらなくてもいい。毎日の、混ぜること以外。この瓶はリンゴの酢。綺麗な色でしょ？で今はリンゴ酢を瓶に入れる。さようならということはもう使います。で、一つのラベルを、40日間のラベルを取って、で、上の始まったラベルをまた瓶につける。私は入れるときに少し開けますね。そうすると、まだ完全に終わってない場合、少し安全な場所で、家内がこのような形で、お酢を作っている形ですね。花で作ったり、果実で作ったり、いろいろします。ですけど、ほとんど捨ててしまうようなところ、特に果物の皮を剥いた皮と水だけでやっています。で、水も私たちは向こうの後ろのところに置いてあるんですけど、水を作るときにどういうふうにするかっていうと、沸騰させて、私たちはいつもあそこのところにカルキンの抜かれた、水を用意しておくようにしています。それでできますね。ですけど、ある人から言われたことがあるんですが、日本の酒税法に関してはどうですか？アルコールを作ったり、お酢を作ったりするのは、禁止じゃないですか？当然アメリカでもアルコールを作ったりするのは州によって決められています。ですけど、このように廃物利用っていう形で私たちは個人で使っています。ですからこれを販売するとかそういうことで使わないようにしていますし、自分たちの家庭のその掃除とか、自分たちが食べる、ドレッシング、サラダドレッシングとかそういうのにメインに使うようにしています。それで、健康が保てれたり家がきれいになるんだったら、しかもお金は0円。砂糖をちょこっと使うときありますけど、ほとんど水と皮だけです。で、このように、リンゴ酢ができたり、で、リンゴ酢も結構味が良くって、サラダとかそういうのにかけると美味しいです。ただ、口にするものは気をつけてください。よく日本でやるのは、もうすでにできている穀物酢を少し加えて、葉っぱ、2週間ぐらいで全部するっていう工程なんですが、私たちは40日かけてこれを行います。そうすることによって、まずアルコール発酵が起こります。そして酢酸発酵が起こって、そしてこのように酢になっていくっていうことで、基本的には私たちは水と皮、そういうものだけでできていることを感謝しています。では、これで終わります。